Destination unknown, no, 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 ヒロモーティブ。はい、どうも、ヒロモティブです。今回はですね、オフロード走行、アメリカでオフロード走行をするときの入門編という感じで、タイヤの空気圧とか、そういったことを紹介してみたいと思います。今回、友達のランドクルーザーと一緒に行ったので、その様子も見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。はい、こんな感じで、ダートロードに入ってきました。で、今回こちらで乗っているこの車が三菱モンテロ、日本ではパジェロですね。で、一緒に行く友達が、トヨタのランドクルーザーになります。水辺で一旦ピクニックをして休憩しました。こういう感じで、普段行けないところに行けるのがオフロードの魅力ですね。オフロード走行、タイヤの方が結構重要なんですけど、ランドクルーザーがこちらの東洋タイヤ。パジェロの方が、住友タイヤというところの AT タイヤになります。オフロード走行ですね、タイヤの空気圧がとっても重要になるんですけれども、普段街乗りしているタイヤの空気圧よりもかなり低いタイヤの空気圧で走ります。いちいち1本ずつタイヤの空気圧を下げようとすると時間がものすごいかかるので、こういうツールで4本同時に空気圧を下げることができます。これでかなり時間節約ですね。空気圧を下げる最大のメリットとしては、やっぱりトラクションのアップですね。路面の悪い状況でトラクションが上がる。そしてまた結構石がゴロゴロしているところが多いので、そういった石からサイドウォール、このタイヤのサイドウォールが下げたりするんですけれども、そういうのを防ぐために、タイヤの空気圧を下げます。終わったらこのようにして最後にタイヤの空気圧をチェックですね。うちの車はだいたい 25psi ぐらいで走るようにしてます。はい、ここから走行開始ですね。まずはランドクルーザーが、水回りのところを乗り越えていくんですけども、ここに周りに人がいなかったら水をバッシャーンって行きたかったんですけどね、ちょっと、気を使ってかなりゆっくり走ります。あとはこういうレディオですね。これで仲間の車とコミュニケーションを取りながら進んだりしますね。The computer says my back left tire is at 13 psi. Yeah, it looks really low on the drive-out air. You think I should throw some air in there? I don't know how much PSI do you run with? Like 20? Yeah, 20. Yeah, maybe just put some air in. Yeah, I don't want to pop the feed down here.
What happened? That I cooked my transmission. Oh, fuck. Is it overheating? Now I got warm. 今ちょっと今度はですね、ガレ場ですね。こういう感じの岩だらけのところはちょっと、これはもうほんとライン取りのかなり慎重に取らないと、簡単にタイヤが、タイヤをバーストさせてしまうんですね。これは結構きついな。マジか。Shit. ああ、しまった。ライン乗りミスった。危ねえ。危ね Sean would have been pissed at us. え。Yeah, his CRV wouldn't have made it. まあ、こんな感じで、キャンプしてる人もいますね。水辺だとやっぱり、ちょっとキャンプとかできそうないい感じの場所があったので、ここで休憩ですね。焚き火とかしたような跡があります。You see her here? Yeah, hematoma in her ear, Yeah. and it swelled up real big. So I had to put a tube in it to like drain it all the time. Oh. Just not getting healed up, the hole. Hey, come on now. Adventure's over. 一通りオフロード走行が終わったので、今度はこの下げたタイヤの空気圧を元に戻します。こういうオフロードタイヤはですね、タイヤの空気の容量がとても多いので、普通のコンプレッサーを使うとものすごい時間がかかるんですね。ということで、こういうオフロード専用の車載のコンプレッサーを使います。このタイヤのサイドウォールを見ていただくと、このような感じで、かなり石が当たった跡が残ってるんですよね。なので、普通のタイヤだと結構危ないので、こういうオフロード用のタイヤを用意してオフロード走行するのが一番望ましいですね。今回使ったツールなどは、概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。それでは、また次回。God bless you. ヒロモーティブ、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も役立つ情報を発信していきますので、ぜひお見逃しなく。